皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は小数点、格ゲー作品のストーリーを解説していきますよ。小数点作品には天使やスイカといった東方では超重要キャラが登場するから一体どんなストーリーなのか早く知りたいよ。一挙に3作品を紹介していくので楽しみにしていてください。では早速授業開始です。それではまずはじめに紹介するのは東方スイムソーです。約2005年にリリースされた東方プロジェクト第 7.5 弾、サークル、黄昏フロンティアさんと共同開発した対戦弾幕アクションゲーム第1弾ですね。黄昏さんは基本的には格闘ゲームの制作がメインの大手サークルさんだぜ。格ゲー以外にもスーパーマリサランドやダイナマリサ3といったようなスクロールアクションゲームだったり、3D アクションシューティングゲームといった作品も作っているすごいサークルさんですね。そんな黄昏さんが東方プロジェクトのキャラクターを起用した対戦型格闘ゲーム風対戦型弾幕アクションゲームとしてコラボ。ゲーム制作は黄昏フロンティアが担当していて、シナリオと楽曲の一部及び新規キャラクターをズンさんが提供していますよ。つまり反公式作品といった感じだな。そう、外部委託の形で作られているため、整数ナンバリングタイトルでなく 0.5 の数字が加えられていますね。さて、小数点作品とはどんなものか分かったところで、スイムソーのストーリーを解説しようと思うのですが、それにはまず、この異変が発生する前の異変について知らないといけません。この作品の前というと、東方ヨーヨームだよな。そう、もう春のはずなのにいつまで経っても冬景色で、雪も降ってることで困ったことになっていたという異変。犯人は西洋寺ゆゆ子という冥界に住む亡霊で、西洋寺陽という桜を満開にするために幻想郷中の春を全て集めてしまったことで、結果的に冬を長引かせてしまったようです。しかし解決屋のマリサ、レイム、そして高魔教で登場した昨夜がこの異変を解決したんだよな。ついに解決屋によって春を取り戻した幻想郷、そしてスイムソーと繋がるのですが、スイムソーのオープニングの説明がわかりやすいので一緒に見ていきましょう。長かった冬も短いながら盛大だった春も幻想郷から過ぎ去ろうとしていた。あれほど山を薄紫色に染めていた桜は鳴りを潜め、すでに深い緑に包まれていたが、人間、妖怪、その他諸々が集まるお花見だけは、未だ繰り返されていた。そのお花見は、幻想郷の少女を集めるだけではとどまらなかった。宴会を行うたびに、幻想郷に得体の知れない不穏な陽気が高まっていたのだった。だが、陽気は高まる一方だったが、まだ何も起きていない。犯人は、動機は、全てがわからない。その目的すらわからなかった。陽気が高まろうと、誰一人、繰り返される宴会を止めようとしない。こうなると、宴会に来る人間、妖怪、全員が怪しく見えるのも仕方がないだろう。次の宴会まであと3日しかない。次の宴会までには、必ず私がこの陽気の原因を突き止めてやる。こうしてスイムソーで登場する主人公たちが動き出すということか。もっと簡単に言うと、ゆゆ子が起こしたヨーヨームでの異変によって花見の回数が減ってしまったのでその分を取り返すために宴会を行わせたのがこの異変の理由です。そしてこの異変の元凶こそが、山の四天王の一人とされ恐れられる伊吹スイカ。彼女は蜜と素を操る程度の能力という能力で、3日おきに人々を集めて宴会を開かせていたのです。かなり難しそうな能力だな。物理的なものから概念的なものまで、あらゆるものを集めたり散らしたりすることができます。攻撃にも幅広く応用できる優秀な能力で、攻撃を圧縮して威力を上げたり、ブラックホールのようなもので相手を引き寄せたり、相手の力を吸い上げたりどこからともなく岩や元気を集めてきて投げつけたりといった使用法も見られます。宴会好きなスイカは、この能力で人間や妖怪を集めてお祭り騒ぎを起こし、当の本人は体の密度を下げて霧となり、すべての宴会に参加していました。宴会を能力で無理やりやらせて、自分はただただ参加していたのね。しかしこれは表面的な理由に過ぎないのです。ほう、他にも何か意図があったのか？裏の理由としては、宴会でどんちゃん騒ぎすることで昔の仲間を呼び戻そうとしたのです。鬼ってそういえば妖怪の山を牛耳っていたようだけど、現在はどこにいるんだ？そう、鬼は妖怪の山の創設者にして支配者。まだ山で権力を持ち続ける支配種族の一つ、幻想郷の地に住んでいた頃は、鬼は妖怪の山に住み、天狗やカッパを飼育して縦社会を築いていました。そのため現在でも社名丸綾や川城に鳥をはじめとした妖怪は元上司であるスイカに対して未だにペコペコしていますね。あんな可愛らしい見た目してるけど鬼上司だったのね。噂ではエラーしたら素振り旋回させられたとか。それ鬼コーチや。鬼は古くから人さらいを行い人間に勝負を挑んでいました。その内容はスペルカードルールに似ていたようですが、どうにも人間側からすれば分が悪い。そこで人間たちは知略を絞り、団結して鬼たちを騙し、罠にかけ次々と葬っていったのです。幻想郷の人間って妖怪に居場所を作る白蓮を魔界に封印したりと結構妖怪に敏感すぎないか？語られていないだけで、人間側もそれだけ妖怪に襲われているということですね。なるほど、祝勝会では人間が奴隷にされていたしな。
その結果、人さらいを人間との真剣勝負として楽しんでいた鬼は、次第に星熊遊戯をはじめとした鬼たちが地獄のキュートに移り住んでいったのです。そして、白霊大結界が創造され幻想郷が外の世と隔離されたあたりで地上から完全に姿を消しました。そんな彼ら彼女らを呼ぼうとしたということか。もしかしたらスイカのおかげで鬼と人間の共存がまたできたのかもしれませんね。そんなスイカは妖怪の山の住人を除けば、白霊大結界成立前から幻想郷の地に住んでいた者にしか存在は知られていなかったのです。登場キャラクターでは八雲ゆかりと西洋寺ゆゆ子の二人が面識があるのみで、その他はパチュリーノーレッジが書物の知識として知っていただけ。なのでロリっぽい見た目とは裏腹に相当長生きしている妖怪。妖怪は長生きしているほど力を増す傾向にあり、例えると八雲ゆかりがそうですね。ゆかり様に失礼でしょ。失礼しました。東方水無双は表面的にはおかしな異変だけど、裏をたどればかなり濃い設定があるんだな。ちなみに東方外来異変で水無双キャラによる独断偏見ランキングというのがあり、各キャラが他の者に賞を与えているのですが、スイカによると断末将がレミリアで同じ鬼を名乗る者として負けられないとのこと。そして力任せなのは私も嫌いじゃないと評価を受けていますよ。同じロリっ子というところも負けられないよね。宴会賞はゆゆ子でどんなに飲んでも潰れないからとのこと。実際に東方暴月賞では、鬼殺しというお酒を嬉しそうに胸元から出していました。リアルの世界では日本酒度プラス15の辛口を極めた大辛口酒なので、お酒好きの幻想郷ではもっとヤバい可能性が。特別賞は霊夢、あんなにも骨のある人間に会えたのは嬉しいと言っていて、非常にお気に入りのようです。さすがは白霊の鬼。いやみこね、実際に水無双以降は白霊神社にいびり立っていて、地霊殿ではサポートをしてくれますよ。ちなみに圧は集まるという意味で、抜粋などといった使われ方をするのです。圧の字は基本的に通常変換では出てこないことから、しばしば芋あるいは芋無双とも呼ばれていますね。君のりこ大絶賛のゲームタイトルじゃん。そして東方水無双といえばやはりこの曲。スイカのテーマ曲の歳月だよな。こちらはズンさんが制作したものではなく、黄昏フロンティアの秋山うにさんによる作曲なんですよ。ここ特に初心者さんに結構誤解されやすいところだよね。あとこの曲はどう考えてもラスボス戦の曲だと思っちゃうのですが、ラスボスのスイカと戦う前に流れる曲、スイカ戦の曲はおとぎの国の鬼ヶ島ミッシングパワー。結構知らなかった人多そうだよな。誤認されやすいのは無理もないですね。あまりにも歳月が有名になったためか続編の東方思想展でのスイカ戦の曲は歳月となっていましたしね。以上が東方水無双のストーリーと設定などでした。マリサさん的に水無双の感想をお願いします。3日おきに行われる宴会のお金はどこから出てるの？そこは水無双の中で考えてください。それでは次に紹介するのは東方プロジェクト第 10.5 弾、東方思想展。発売日は2008年5月25日、東方水無双に引き続き、ゲーム制作は黄昏フロンティアが担当し、シナリオ新規キャラクター BGM の一部をズンさんが提供していますよ。事前にデッキを構築するという対戦ゲームとしては珍しい作品だよね。当初は 9.8 作目であると告知されていたのですが、あと20.5作目へ変更されました。へえ、もともと 9.8 だったんだ。これはナンバリングの上では第10作目である東方風神録の後ということになっていて、実際ストーリーでは会話内容から風神録と、書籍、暴月賞の後の話であると推察できますね。なるほど、かな子たちの騒動が終わった後の話なのか。それで東方思想展とは一体どんなストーリーなの？あらすじは、こちらもオープニングが奇想天外にかっこよくて、わかりやすい説明なので一緒に見ていきましょう。ある夏の明け方、彼女を異変調査に乗り出させる出来事が起こった。雨の止まない魔法の森、深い霧の洋館、雪の降る夏、日照の神社。異常な気象がこの夏を襲った。しかし彼女を動かした出来事はそのことではない。なぜなら彼女の目には乾いた神社しか見えていなかったから。彼女の目には雨の森しか見えていなかったから。彼女の目には曇った湖しか見えていなかったから。そんな夏の明け方彼女を調査異変に乗り出させる出来事が起こった。静かに、そして、狭く深い大地の力。巫女を犯人探しに乗りさせた力。それは神社だけを倒壊させるほどの居所的な大地震であった。このように異常な天気が自分の周りだけで起きていることに気づいた者たちは、原因を探しに天気が生まれる里を目指すのです。天気が生まれる里、すなわち雲の上を、というのがこの作品のあらすじです。そしてその雲の上でまず立ちはだかるのが長エイク。この長エイクというキャラは、
服がクチクチなんです。お魚さんだけに服がおろしたてなのでしょうか？冗談はさておき彼女は竜宮の使いで種族は妖怪、幻想郷の竜という種族は最高神とされていて、それに使えるものなので非常に偉い妖怪でしょう。彼女は空気を読む程度の能力を持っていて、電気を操ることができるのです。そのせいか静電気で服がクチクチで書かれやすいんだよね。竜の言葉を理解し、重大な内容だけ人間や妖怪に忠告すると言われています。また天人にも使えているんだよね。奇想天において竜宮の使いである彼女は、幻想郷で、大きな地震が起きることを感知し、それを忠告するために現れました。しかし神社を倒壊させた地震ならもう起きたはず。そのことをイクに尋ねたところ、イクは地震があれば黄色の雲は晴れるはずだというのです。イクは神社を倒壊させた地震を起こした犯人に心当たりがあるようで、イクが犯人だと思ったレイムはイクを倒すのです。ただ単に幻想郷のために伝えていただけなのに退治されてしまったのか。レイムは神社が破壊されてかなり気が立っていますからね。イクはレイムに心当たりのある人物について話しました。その人物は地震を起こすことができ、さらにこれから起こる大きな地震を止めることもできるのです。その人物に会うため、レイムは雲の上を目指すのです。雲の上の有頂天に来たレイムに待っていたのは、天人であるひなない天使。この天人の天使はレイムを待っていました。ほう、それは一体どういうことなんだ？天界は歌と酒と踊りの繰り返しで退屈していたのです。地上でレイムが妖怪相手に戦ってきたのを見て、自分も異変を起こして遊びたいと思っていました。簡単にストーリーをまとめると、天使が天界での生活に飽き飽きしていて、地上に地震を起こし白霊神社を崩壊させて、異変解決やたちに来てもらって異変ごっこをしていたということです。おいおい、あんな大規模な異変を起こしておいてまさかの遊びたいだけだったのかよ。働く必要も悩む必要もなく、毎日が歌って踊って酒を飲む天界での生活は、逆に言えばそれくらいしかすることがなく、元人間だった天使には退屈極まりないものだったからでしょうね。確か人間だった時の名前はチコなんだよね。そんなことを思ってたら地上の異変と異変の解決を行うレイムのことを知り、自分も異変を起こせばレイムたちが乗り込んできて退屈をしのげるのではないかと考え、天界の宝悲壮の剣を持ち出して異変を起こしました。とんだはた迷惑なお嬢様だな。そう、まずは地震で白霊神社を破壊するという奇想天外の暴挙をしでかしました。神社そのものに攻撃を仕掛けたのは歴代ラスボスの中でも天使が初です。はちゃめちゃな天人だな。この悲壮の剣で天候異変を起こし、嫌でもレイムたち解決やが動かざるを得ない状況を作り出したのです。その中にわざとヒントをばらまき、真実を突き止めた者と戦えることを心待ちにしていました。戦闘を望まない解決屋に対しては、幻想郷そのものを人質にし、自分を満足させなければ大地震を起こして壊滅させる、と脅して戦闘を強要しました。見事なまでのわがままお嬢様。これが天使が行った悲壮天での異変の内容ってことか。ちなみに、白霊大結界の起点となっている神社を倒壊させたことはやはり冗談抜きで危険すぎる暴挙で、悪意なしとはいえ、暇だったからという理由で幻想郷を危機に陥れたことから、幻想郷の賢者である八雲ゆかり本人が直々に異変解決のために出張させて戦うという歴代でも異例な展開を招き、さらに本気で怒らせ、珍しく感情をむき出しにした彼女から殺害宣言からの、美しく残酷にこの大地から稲の名言を引き出すに至っています。コッパ、ゆかりからの殺害宣言とか絶望感しかないぜ。無意識に小石が友達いないんでしょう。切ないって言われてもスルーしていたのにね。小石ちゃん、生産仮並みの毒舌。ここまで切れるって相当やばいことしたんだ。制作者ズンさん的に彼女のことどう思ってるの？ズンさんは、こうした天使の性格について、悟ってしまったような人格者よりも人間味があるとして逆に天界のオアシスかもと言っています。なるほど、そういう見方もあるのか。確かに彼女は家庭の事情で天人となり煙たがられてもなお、弱音を吐かずに自由に生きようとする様は見習うべきところですね。やりすぎではありますが、こんな大規模で理由が自分勝手な異変を起こした天使ですが、人気投票ランキング最新の第18回では18位という超高順位。前の人気投票のコメントでは、天界で、桃をむしゃむしゃと食べている感じが可愛い。とにかく可愛いハイスペックわがままお嬢様。東方に興味を持ったきっかけ。登場から推しのキャラだった。といったように彼女の圧倒的わがままお嬢様感に魅了されて人気を獲得していますね。こういうキャラもまた大切だよな。なんといってもこのストーリーから二次創作での扱いは大程度 M キャラ、お仕置きされたり、いじめられたりとほぼ揺るぎない立ち位置となったのがでかいですね。胸はチコですが、あんたも大概だよね。それではラストに紹介するのは、東方悲壮天則強度級ギニョルの謎を追え。私このストーリーはあんまり知らないんだよ。
こちらは東方プロジェクト第 12.3 弾、発売日は2009年8月15日です。奇想天がインストールされている場合はプラス奇想天登場キャラが選択可能になります。モンハンライズからモンハンサンブレイクになるみたいにアップデート版みたいなものね。最低でも9名、最高で20名のキャラが参戦することになりますよ。そして東方奇想転速のストーリーとしては、朝霧の中、ゆらゆらと揺れる謎の人型の影。あれは、巨大人型ロボットなのか、巨大妖怪大だらぼっちなのか、それとも世界を壊滅させる大祭星君なのか、勘違いが勘違いを生む、ドタバタストーリーとなっています。奇想転速初プレイ時、ストーリーモードはこちやさなえのストーリーしか選択できません。へえ、今回レイムやマリサのストーリーはないんだ。そう、サナエのストーリーをクリアすることで、チルノ編が出現。チルノのストーリーをクリアすることで、本命輪編が出現し、この3人が活躍する作品ですよ。全員ちょうどいいポジションキャラって感じでいいね。さらに新キャラがボスとして登場するのです。まずサナエのストーリーモードあらすじとしては、幻想郷へ来てから2年が過ぎすっかり今の生活に慣れたサナエはある日、巨大な人影を目撃して驚くのです。そのことをカナコに報告するのですが、それはブロッケンの妖怪という、気象現象だとカナコから教えられるのです。しかし、気象現象だと思うことをつまらないと思ったサナエは、巨大な人影は里を襲う巨大ロボだと思うことにして調査に出かけるという物語。巨大ロボだと思うことにしたんだ。常識にとらわれない考えになったいい証拠ですね。というかサナエって結構アニメとかゲームが好きなんだよね。そう、東方精錬戦エクストラボスの宝珠ヌエを見た時に某 RPG を想像したり、東方茨河戦では雷獣と聞いて、ポケモンのピカチュウを想像していました。ポケモンは1996年2月27日に発売したので、そこそこ新しいゲームも知っているんだ。外の世界のゲームはかなり詳しいようですね。そして巨大な影を追いかけているうちに、核融合炉からなんとあの諏訪子様が空から降ってきたのです。そして、あの影の正体をなかなか何も教えてくれない諏訪子様に勝負を仕掛けるというのがラストです。結局奇想転速は巨大ロボではなく、バザーの客引き寄せ用のただのアドバルーンだったのです。今作のエンディングでもサナエは巨大ロボに乗りたかったことを指摘されていたり、巨大ロボは人類の夢であると語っていますね。結果、巨大ロボ見たさにカッパのバザーは大盛況。リアルの等身大ガンダムのような騒ぎになったというわけか。また諏訪子のこの狙ったりなポーズが可愛いんですよ。人気投票59位という差を埋めるためにもかなこ様もやるしかない。見たすぎてやばい。諏訪子はプレイアブルにもなっていて、動きも非常に癒しになりますね。あとチルノと本命輪のストーリーがあるのですが、チルノは巨大な妖怪の大だらぼっち、本命輪は大祭星君と考えて行動を起こすのです。実際はチルノが見たものはアリスが試作に作っていた巨大人形のゴリアテ。これにはアリスマーガトロイドが一つ前に使うスペルカード試験中レベルティターニアと同様、東方水無双の息吹スイカの巨大化から発想を得て開発して、試験中である巨大化の魔法が使われているとされています。作中ではこれをチルノが、日本各地に伝承がある巨人の妖怪大たらぼっちだと勘違いしたんだよな。他にもアリスの人形についての裏設定を解説しているので、気になる方はこちらを見てみてくださいね。本命輪は大祭星君ですね。世に災いを招く強神大祭星君の影の一つであり、親しい人物の姿に化けた分身の数々を送り込んで、その戦いで相手のエネルギーを吸収することで蘇った。その力は世界を崩壊させる大地震を起こすほど、という設定で本命輪の夢に現れました。相変わらず門番なのに寝ていたのね。ところで大祭星君とは何なの？遥か昔から中国の道教で伝えられているたたり神であり、木星の動きに合わせて地中を動き回るとされているんですよ。万が一、地中に潜んでいる大祭星君を掘り起こしてしまったら、すぐに埋め直さなければ一族老頭全てが死に絶えるという恐ろしい狂信。命輪はそんなおっかないものから幻想郷を守ってくれていたのか。夢の中で、本命輪のパートはコウマ間組の中の関係性がよくわかるストーリーとなっているので、ぜひともやってみてください。といった感じがこの3作品のストーリーですね。格ゲー作品もすごく作り込まれていてすぐにでもやってみたいよ。ぜひプレイしてあのキャラたちに出会ってみてくださいね。それでは今回の授業はここまでにします。視聴者さんが好きな格ゲーのプレイアブルキャラがいれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。